この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。遅い。何やってた？人を待たせておいてのこのこ歩いてくるって何様？いや、今3時ちょうどだから。待ち合わせ時間ぴったりに現れた俺をトーマは容赦なく罵った。集合時間の5分前には集合場所にいるってのが待ち合わせのルールだと思うけど。そうだそうだ。お前、口が悪い割には律儀なんだな。その2つには相関関係がない上に相手に対して失礼だ。しかも自分の中での正論を絶対に曲げないし、そりゃ俺と言い争いになるはずだ。で、ごめんね、ちょっと遅れちゃった。俺は5分くらい平気だけど、トーマ、そっちは何か言うことはないのか？すねを蹴るな、しかもつま先で。相手が小木曽だと途端に萎縮するんだよな。なぜだと、それはともかく。さて、どこに行く？学園の最寄りの駅から一つ先、ついでに小木曽の家から最寄りの末継町駅前、学園から最寄り駅である南末継よりも、いい言い方で閑静なこの駅が小木曽が指定した待ち合わせ場所だった。どこでもいいから早く済ませて。どうせ結論は同じなんだから。トーマ。なんだかよくわからない脅迫に屈して大事な日曜の午後を差し出しはしたが、魂までは売り渡さないとのふてくされた決意がうかがえる。とにかくどこに行くかはそっちが決めること。とりあえずしばらくは付き合うから。じゃあカラオケボックスとか。それはダメだろ。え？いいの？いいの？ごめん、今のはどこでもいいと言ったトーマへの嫌がらせで。どこまで腐った人間なんだお前は。ちくめ。何気に2人とも結構ひどくない？多分私に対して。だってそこに行ってしまえば話にならないどころか話にならないどころの騒ぎではないし、そもそも壮絶に気まずいことになりそうだし。そうやな、刹那は一生歌い続けるけど2人はやることがないからずーっとけど話すようなあれでもないから黙っとるわけやろ。いや、まあとりあえずどこかのファミレスにでも移動して。実は最初に行くところはもう決まってるの。ほら、2人ともついてきて。なら最初から仕切ればいいのに。言うな。どうして小木曽に直接言わずに俺にだけ聞こえる声でささやくんだ？だってどんな反撃が来るか。真面目に聞きたいんだが、お前ら初対面の時どんなやりとりがあったんだ？そんなこと言えるわけが。最初はここね。北原くん、悪いんだけどカゴお願いできるかな？は？ここ？俺とトーマがほんの二言三言小声で応酬を続けている間に小木曽はさっさと目的地に到着してしまった。というかこの目的地ってのが、店長、お久しぶりです。ってまだ3日しか経ってないですけど。小木曽？
ついこの間俺が小木曽を迎えに来てた。違います。今日はお客さんですから。たくさんおまけしてくださいね。スーパ2人ともリクエストはあるかな？は？は？ねえお母さん、片栗粉どこやったっけ？ん？ほらそこにあるでしょ、そこよ。もうそこだけじゃわからないって何度言ったらわかるのよ。だから戸棚よ、3番目の引き出し。あったあった。だいたいね、普段からお料理してないからそんなこともわからないのよ。してるよ。もうお客さんいる時にそういうこと言わないでよ。2階にいるんだから聞こえやしないでしょ。ところが部屋の扉を開けとくと丸聞こえなんだな、これが。弟カジキュンだ。いけない、吹きこぼれてる。ごめんお母さん、水溶き片栗粉お願い。何よ、さっきまで人が手伝おうとしても絶対にダメって何度も怒ってたくせに。だってお母さん分量とか大雑把なんだもん。それなのにやたらとうるさいし。こっちには長年の経験と勘があるのよ。だからいつ食べても変わらず美味しいでしょ。でもそしたらお母さんの味になっちゃう。今日は私の味じゃなくちゃいけないんだから。刹那の味じゃなくてお料理の本の味だけどね。もう黙ってて。お母さんは私の言う通りにやってればいいの。この子はもうお客さんの前で怒鳴ったりしてみっともない。聞こえやしないわよ。私の部屋にいるんだから。ああ、これ福間屋のカステラ。あの調子だと晩飯までもう少し。開けといた方が面白いのにね。学校での姉ちゃんと全然違うでしょ。いや、両親の呵責に耐えきれないから。今から40分ほど前、スーパーで買い込んだ食料品を抱え、小木曽がくぐったのは駅から徒歩15分くらいの一戸建ての家の門だった。そして予期した通り、そこの表札には小木曽と。高弘くんだったっけ？今何年生？3年。姉ちゃんとは3つ違い。そのまま2階のあからさまに、女の子の自室に通されて放置プレイ。あまりの気まずさにトーマが「私帰る」と感触を起こしかけた瞬間、目の前にいる少年が救世主善としてお茶を持ってきた。ってことはもう受験か。やっぱりうち？成績はいけそうだけど経済的に無理じゃないかな。姉ちゃん私立に入れただけで親父力尽きちゃったよ。そう大変だね。土地が60坪くらいで、建坪がその半分程度。1階がリビングと書斎と寝室で、2階が子供部屋。まさに誰もが認める中くらいの一軒家。とはいえ、この辺りで一軒家というだけでも、それはそれで十分幸福な家庭と言えなくもない。しかもあっちはこの後も北条大だし、俺が大学行く頃には入学金さえ出るかどうか。そう頑張ってね。でもまあ確かにうちの生徒の家庭としては中くらいというのが一番ふさわしいかも。特にあくまでも想像だが、きっと今俺の目の前にいる同級生の家なんかは。何よ。緊張してるだろ。ああ、高弘くん、怖がらないでな。こっちものすごい人見知りなんで。ああ、いや、
怖いけどちょっとだけだから。目そらすな。少しは愛想よくしてくれよ。彼の方がよっぽど大人の対応じゃんか。私はだってこんな展開になるなんて誰が。確かに。にしても姉ちゃんがうちに友達連れてくるなんて北条に入ってから初めてじゃないかな。ああ、そっか。例の学園ナンバーワンお嬢様の誤報のせいだ。中学の頃まではよく遊びに来てたんだけど、誕生日パーティーにクラスの女子全員呼んだりとか、この狭いうちに20人だよ。そんな感じだよな。そこまで、社交的、でそれ以上に庶民的な小木曽があまり大したことのない理由で妙な背伸びを始めてしまうようになったんだっけ。庶民派だろうが高嶺の花だろうが彼女が魅力にあふれた人間だってことには変わりないのに。それが卒業半年前になって今日はどういう風の吹き回しなんだか。ああ、それはさ、今日はどうしても俺たち3人でじっくり話し合わなくちゃならないことがあって。3人で？うん。俺と小木曽でここにいるトーマを何としても説得しようって。は？あどうしても俺たちの気持ちを理解してもらいたくて、何度話してもなかなか納得してくれないからさ。つまりそれってもつれた糸をほぐそうとかいうそういう類の話？いやそりゃそうだよな。この説明だったらそうだよな。女に男1で女の家に来てでほぐれ絡まった糸をほぐそうと。ああ、そういうことになるのかな。こいつトーマがさ、まあ見た目通り強情でさ。ちょっと待て北原。なんだよ、俺間違ってるか？反論があるならぜひどうぞ。そう、今求めているのは妥協じゃない。軽い気持ちでめんどくさがっているトーマを本気で怒らせて仲間になってもらうか、二度と口を聞いてもらえなくなるか、そんなギリギリの勝負をすることで。そういう意味じゃなくて、あんたの言葉絶対に誤解されてる気が。は？それってどういう？お待たせって高弘？どうしてここにいるのよ？やべ。やべ？やべ。湯気を、たたえた大きめの棒を持った、小木曽は部屋の中にいる3人を見つけて少し眉を潜めた。いちいち顔出すなって言ったでしょ。お姉ちゃんたち大切な話があるんだから。ほら。おお。そうやな、そうやな、大変大切な話があるな。いちいち顔出すなって言ったでしょ。お姉ちゃんたち大切な話があるんだから。ほら早く出てって、今すぐ。2対1の大切な話し合いか。お姉ちゃん。お姉ちゃん。けれど次の瞬間には潜めた眉を思い切り吊り上げ、なんとも、弟を叱る姉ちゃんらしい表情へ、切り替わり、俺にまたしても新鮮な驚きを与えてくれる。ああ、いや、お客さん暇そうにしてたし、俺も暇だったし、姉ちゃんお茶も出さずにほったらかしだったし。ごめん、姉ちゃん。おお。うわ。しかもさらに次の瞬間には、吊り上げた眉を思い切り下げて弟を許すお姉ちゃんの表情へと切り替わる。私も言い過ぎたかな。下ご飯できてるから食べておいで。
今日はお姉ちゃん作ったから味は保証できないけどね。サンキュー。仲直り早っ。なんだろう。なんだか結構目に毒なシーンを見てしまったような気がする。ああ、それと姉ちゃん。何高弘。いつの間にそんなヤバい状況になっちまったのか知らないけどさ。まあ頑張れ。円満に決着がつくといいな。だよな。何の話？さあ、理解しない方が幸せなこともある。ごめんね、バタバタしてて。ちょっと支度に手間取っちゃって。いや、というか、小木曽、これって。まずは食べよう。熱いうちなら味の方もごまかせるし。ブリの照り焼き、八宝菜、ハンバーグ。主菜関連は見事なまでの和洋折衷。ついでにご飯としじみ汁、どれもきちんと色合いも盛り合わせも考慮して見事なまでに、家庭の夕ご飯を再現している。ここまできっちり作られてたら、もう味の方も平均点は約束されたようなもので。なんで？ご飯でも食べながら話をしたいって北原くんが言ってたから。いや、確かに言ったけど。ファミレスとか喫茶店とか落ち着いて話のできる場所でって意味で。ご飯ならうちで食べた方が安上がりだし、それにトーマさん外食ばっかりで栄養バランス悪そうだから一石二鳥かなって思って。おい。トーマが結構な癇癪持ちだって何度も注意しておいたはずなんだけど。さあトーマさんどうぞ。腹が。失礼。トーマ？小木曽って怖いもの知らずっていうか、トーマに対しては限りなく強いっていうか。それじゃいただきます。北原くん？いただきます。トーマさん？お、たくさん食べてね。おかわりもあるから。この二人の力関係って本当に読めない。はい北原くんどうぞ。ありがとう。なぜか夕食会は終始無言だった。まあいいと思う。食事中に話するのって意外と嫌いなんだよな、おじさん。おじさんの話だけどさ。食事中になんかベラベラ喋るのってあんまり好きじゃないんだよな。トーマが何を意地になったのか、怒涛の勢いでがっつくものだから、説得も親睦も何もあったものではなかった。はいトーマさん。食った。そしてその勢いで食べきったトーマに対し、おかわりはと笑顔で尋ねる小木曽。数秒の、緊迫の後、無言で茶碗を差し出すトーマと笑顔で受ける小木曽。
そんな心温まるかもしれない光景が少なくとも2度は繰り返された。そんなに食えるあれじゃないやろ。ハンバーガーで夕食終わらせるやつが。俺でさえおかわりは1回しかしなかったのに。2人ともどうだったかな。まずくはなかったと思うんだけど。ああ、うん。うまかった。本当？よかった。月1くらいしか作らないから自信もあるようでないような感じだったんだよね。本当にそこそこ美味しかった。甘すぎもせず辛すぎもせず、苦味も酸味も何もかもほどほどで、どこに出しても恥ずかしくない教科書通りの味だった。飲むね。教科書通りと言っても別に諭してるわけじゃない。落としてるか。教科書にあることがマスターできてこそ応用が効果的に効くようになる。つまりここからの上達の速さに差が出るってことで。普通に努力して普通に成果が出せる小木曽は今後も、期待大なのは間違いないってことだから。もう一杯どう？ああ、いや、もういいや。ありがとう。トーマさんは？いい。さあ。じゃあ私帰るから。そういうわけにはいかないから。などと席を立とうとするトーマだったけど、小木曽の挑発だけでご飯3杯いってしまったトーマの動きは明らかに鈍っていた。なあ、トーマ、なんとかならないか？ちょっと学園祭でいろいろやってくれるだけでいいんだけどな。いろいろと言ってる時点でちょっとのつもりないでしょ。些細なことをあげつらう人間は最終的に信頼をなくすと思うんだよ、俺は。偶然ね。私も全く同じ意見だわ、北原。なぜかトーマはそこで訴えるような視線を俺に向けた。ねえトーマさん、これだけお願いしてもダメかな？こんなことして情に訴えようとしても無駄だから。こんなことって？真心とか誠意とか好意とか、形があろうがなかろうが、そんな安っぽいものに動かされるような人間じゃないってこと。だってそもそも私自身に人のためっていう考え方がないから。トーマさん？だから悪いんだけど。ごめん北原くん、トーマさんが言ってる意味がわからないんだけど、ちょっと通訳してくれるかな？ああ、なんとなくわかった。つまりトーマはさ、小木曽の今日のもてなしを真心とか誠意とか好意だって受け止めてるってことだろ？ああ、そういうの嫌なら材料費割り勘にしようか？お金の。あら、失敗した。ごめんね。なんかコントローラー調子悪いわ。ああ、そういうの嫌なら材料費割り勘にしようか？一人頭1000円いかないと思うんだけど。トーマが小木曽を苦手にする理由も、小木曽がそのことにあまり自覚のない理由も。で、小木曽はさ、トーマが思ってるほど今日のこと特別だって思ってないんだと思う。なんで？他人を家にあげて自分の手料理食べさせて、なんで？それは
性格の不一致？トーマとは違ってそういう育ち方をしてるから。なんて言ったところでもっと理解しようとしてくれないから言うのをやめた。つまり二人の間にはそんな前提条件のところから語弊があるんだろうな。ねえトーマさん、語弊じゃそごか。私別に下心があってご馳走したわけじゃないよ。ただお腹いっぱいの方が和やかに話できるかなって。それを下心と言うんじゃないの？あそこまで人をいじめておいて、そんな単純な理由で今更納得しろと。というツッコミを予想していた俺はちょっとだけ自分の汚れた心を恥じた。いじめたってちょっとからかっただけじゃない。人が思ってもいないこと勝手に決めつけて、顔から火が出るほどの恥かかせておいて、ちょっとからかっただけ？あれで？だからトーマ、お前一体小木曽に何をされたんだ？それはきっとトーマさんが北原くんのこと。分かった、感情論は置いておく。現実論でいこう。こういうやりとりを見るとどうも育ち以外の要素も無視できないらしい。そもそもあんたたちの計画には無理が。待って、小木曽？いよいよトーマの口調に熱が帯びそうになった瞬間、そこに冷水を浴びせたのはトーマのその反応を熱望していたはずの小木曽だった。悪いんだけど少しの間喋らないで。お？俺たちを手で制すると床の上を滑るように移動してドアへと近づき、そしてノブに手をかける。ねえ高弘、別にあんたが言ってるみたいに危険なことにはなってないみたいだけど。そんなのは今だけだよ。絶対やばいって見張ってないと。そんなに仲悪そうに見えなかったんだけどね。女の子の方はあまり喋らなかったけど、二人とも礼儀正しい子たちだったし。間違いないって。俺聞いたんだ。うちに来たのあの二人の別れ話をするためなんだよ。なんでうちでそんな話を？それにどうして刹那が二人の間に入るのよ。だからこそやばいんだよ。つまりさ、あの二人が喧嘩した原因ってのがさ。まさか。そうなんだよ。姉ちゃんがあの彼氏取っちゃったみたいでさ、それでニッチもサッチも行かなくなっちゃって。それは困ったわね。で、彼氏の方はどうなの？それが今じゃ完全に姉ちゃんにべったりみたいで、なのに元カノがまだしつこく言い寄ってくるからほとほと困ってるみたいなんだよね。あれだけの会話でそれもはない、そこまでいけるか。けれどそれなら刹那の方が悪いんじゃない？付き合ってる二人に割り込んでいったんでしょ？男と付き合ってる素振りなんて全然なかったのに、それがいきなり不倫なんて。やるなあ姉ちゃん。やるなあじゃないわよ。お友達を裏切るようなひどい真似をするなんて、そんな不死だらな娘に育てた覚えはないわよ。どうにかしてくれよ母さん。つかみ合いの喧嘩になる前に大人の力でさ。どうにかしてほしいのはこっちの方だよ。さっきから何か話し声が聞こえてくると思ったら、高弘、あなたお姉ちゃんのこと何だと思ってるのよ。俺はだから姉ちゃんのことが心配で。お母さんもお母さんだよ。高弘のわけわかんないデタラメを頭から信じちゃって。でもほら、最近の若い子たちは進んでるって、なんだっけ、ほらなんとか交際とか。もうお母さん、昼のドラマもワイドショーも女性週刊誌も禁止。ごめんなさい。お見苦しいところをお見せしちゃったこととか、母や弟の度重なる失礼とか、本当に。
いや、俺たちはそんな。なあ、トーマ。別に。本当にごめんなさいトーマさん。うちの家族ちょっと心配性っていうか遠慮がないっていうか。仲良くていいんじゃないかな。俺たちが軽音楽同好会で学園祭への出場について相談していると説明したら、お母さんも弟さんもこれまた一発で信じてくれた。それもまた短絡的にも程があると思ったが、平和的解決を目指す今突っ込むのは野暮だと捨ておいた。仲なんか良くないよ。しょっちゅう喧嘩ばっかそうなの？り。まあアルバイト認めてくれてるからあまり逆らったりもできないんだけどね。だろうな。逆らったりしないというか、お互いの怒りが持続しないんだろうな。さっき俺たちの活動内容を知った時、高弘君もお母さんも、手のひらを返すように学園祭は絶対見に行くって喜んでた。それだけならともかく小木曽の方も来るなら嫌だと来るなとか嫌だとか全然言わなくて、実質的には俺たちよりも先に家族のこと許してた。気悪くした？でも本当に悪気はないの。母や弟に代わって謝るから。だから俺は怒ってないって。トーマだってな。別にどうでもいい。なんか拍子抜けするというか、冗談みたいに良好な、円満な親子関係に俺もトーマも毒気を抜かれてしまっていた。そういうことだからもうこの話はおしまい。それよりお母さんが持ってきてくれたケーキ食べていいかな？これね、実はお母さんが焼いたんだ。お休みの日になるとよく昼から作ってて。それにトーマには悪いけど、俺にとってまるっきり不快な時間じゃなかった。というか心地よかったから。10年くらい昔に撮ったホームビデオを見せられた時のような気恥ずかしさと懐かしさと、ほんのちょっぴり嬉しさを感じることができたから。そもそもあんたたちの計画には無理がある。誰が加入したところでもう学園祭には間に合わない。そんなことないって。トーマさえ参加してくれれば。ケーキをパクつき紅茶を一すすりして、ついでに廊下に誰もいないことを確認して、時計の針がそろそろ、午後7時を指す頃、やっと俺たちのネゴシエーションが始まった。なら北原、あんた私に何をしてもらいたいって思ってる？そりゃもちろんピアノか。構成によってはキーボードになるかもしれないけど、とにかく何でもいいからトーマに演奏してもらいたい。私たちというか北原くん、トーマさんのピアノの熱狂的な信者だもんね。本人の前でそういうこと言うのやめて。照れる前に否定しろ。気持ち悪い。悪い。性格上照れ隠しで嘘をつくことに慣れていないもので。それでベースは？ドラムは？何をやるかにもよってくるけど、ピアノだけのつもりはないんでしょ？その辺はおいおい考えていくとして。あと3週間を切ってるのに？おいおいって何日間のこと？明日いっぱい？そもそもトーマがもっと早く加わってくれれば。おいバカだれ、それを言うな。それは一番言っちゃダメだぞ。1週間もあれば。でも2週間しか残りないな。弱者の愚痴くらい許容してくれても。いや、それは理不尽だよ。わがままってやつや。はい、時間切れ。たった2週間の全体練習で何ができるの？恥かかずに済む方法は出場しない以外にない。うん。わかった。あんたの語ってる理想はすでに夢の段階に突入してるわけ。
俺が夢語ったらおかしいか？北原くん。分かってはいるんだけど、おかしいね。夢は一人でやるもんだ。人を巻き込むのはそれは責任が伴うからな。瞬殺かよ。こうして言葉にしてはっきりと伝えられると、なんとも反感を覚えるというか、目の前の友人みたいにひねくれたくなるというか。らしくない。超現実主義者の北原の言葉とは思えない。俺ってそんなに乾いた人間かな？事前準備、リスク回避、安定思考。それがあんたのアイデンティティでしょ？でもひねくれて見せたところで、本家にはとっくにネタが上がってたりして。非競争主義、脱落者ゼロ、一緒にゴール。決して人とは争わず、いつも静かに笑ってる。ほほほ言うね。それにしても容赦のない。確かに将来的にはそういう人になりたいけどさ。詳しいね、トーマさん。今は私の話なんかしてないから。そうやって足元を切り崩そうとしないの。不発。悪かったな。身の丈に合わない服着てる痛い人で。でもたった今なりたいのは、今まで積み上げてきたそんな人物像じゃなくて。悪いなんて言ってない。おかしいって言ってるだけ。でもさ、一月くらいいいだろ？似合わない痛い人やったって別にいいだろ？後悔するかもよ。今まで積み上げてきた真面目で優等生の委員長北原春樹っていう看板なくすかもよ。そんなのちゃんと計算してる。俺の積み上げた2年半はそんなにやわじゃない。私の2年半とは対照的ってわけだ。言っちゃ悪いが当然だ。俺は先生たちに好かれるために頑張ったし、お前は先生たちに嫌われるために無理してたんだから。北原くん。だから俺のことあまり見透かすなよ。俺だってたまには予想外のことやってみせる。それがらしくないって言ってるのに。今回ばかりは嫌われたって構わないけど、嫌いでも仲間にはなってもらうからな。できれば。ちょっと待ってよ。私今のあんたが嫌いだなんて一言も。お？刹那、話がある。開けなさい。あれ？ハピー。そして今日何度目かの話が佳境に入った途端での中断は、とうとう俺たちの目的を根底から覆す展開へとなだれ込んでしまった。